こんにちは。銀座成功堂斉藤久志です。日本刀の美、今回は京都本能寺にやってまいりました。こちらの大宝殿宝物館ではもののふの表道具とその価値展が開催されています。今回はその展覧会をご紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回は玉山名刺刀の玉山さんとご一緒に本能寺の古田さんにご案内いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でまずはじめにこの本能寺の、宝物館、こちらのですねちょっと詳細というか、趣旨みたいなものをお話しいただけますでしょうか。はい、こちらの宝物館はですね、平成の10年頃に開館しておりまして、信長公の、所持の宝物や本能寺所持の宝物が所蔵されております。では早速にですね、まず1品目ですねご紹介いただきたいと思いますけども、はい、どちらになりますでしょうか。それでは、カエルの香炉の方へご案内させていただきます。こちらが三つ足のカエルの香炉でございます。こちら信長公の所持でございまして、本能寺の変の際に泣いて信長さんに危険を知らしたというふうに伝えられております。前足が2本で後ろ足が1本の3本足になっておりまして、中国の方では3本足のカエルというものが幸運の象徴でありましたりするものですから、こういった形になっておるというふうになっております。仏教においてもですね、奇数と偶数、奇数の方が重要でございまして、奇数は陽を指しますので吉兆やったりとかいろんな幸運をもたらすというふうに言われておりますので、こういった形をしておると聞いております。こちらがあれですね、信長公の肖像画になるんですね。はい、こちら信長公の展示物エリアでございまして、こちらにあります肖像画は日本においても珍しい信長公にひげがない肖像画になっております。そうですよね。今まで例えば教科書とか一般的にこう信長公の肖像画というと必ずこれひげここにこうね、そうですね、はい、あるのこれ珍しいですよね。はい、調べますと丹波の方にもひげのない肖像画があるそうなんですけれども、そちらの方は柔らかい顔をしておったようです。こちらの方はキリッとした非常に信長らしい肖像画なんですけども、ひげがないということが珍しいのかなと思います。非常に凛々しい顔の信長さん、いい男ですね。はい、こちらはですね森蘭丸が所持していたとされます大太刀でございます。陣太刀と申しまして、基本的には陣の後ろに掲げるような大きな太刀だとは思われるんですけども、実は実際に戦において使用を目的に作られておるということでございます。このような大きさの刀剣は非常に珍しいということですので、こちらを目当てにご来館いただくのも非常に楽しみかと思われますので。確かにこれいかにもこう実戦向きっていう感じですね。こちらもこう本当にこう飾り気がない、本当にこれから戦に行くぞみたいなそんな雰囲気のねものですよね。はい。では今回の特別展ですね、はい、この刀剣の展覧会「もののふの表道具とその価値展」ですね、そのまずですね趣旨をですねちょっと簡単にご紹介。そうですね、専門的な知識ではなく、やはり一般の方に分かりやすいためには、まず刀の価値、いわゆるお金としての価値がどれぐらいあるのかっていうのがすごいキャッチーなテーマだと思いますし、またその折り紙とか伝来によってその今の紙幣価値に換算していくらいくらするっていうのが一般の方にとってもまたショッキングな情報なのかなとも思います。ですね。はい、またその詳しいその価値、個々の刀がどういう現在の価格になるといくらになるかっていうのはまたぜひこの現場に来ていただいて、ちょっと見ていただけたらなというふうに思います。はい、それと、もう一つ我々今回新しい試みとしまして、この全身押し型ですよね。これすごいですね。ですからもうこの等身大の全身押し型に加え、この見どころの
ポイントですよね。そうですね。そこの名称を、日本語と英語で、より皆さんに分かりやすく見ていただこうという、趣旨のもと、今回この10振りすべて全身押し型付きで展示を、しているという、これはちょっと画期的なというか、新しい試みかなと思うんですが、これね、分かりやすくて。そうですね、本当に価値もそうですけど、全身押し型で、さらに誰でも刀に知識がないお子様でも絵画のように見どころがはっきりと分かるので、これは結構画期的な展示かなと思いますね。ぜひぜひ日本刀のこの魅力、面白さに触れていただきたいなと、思います。